どうも皆さん、こんにちは、つんつんです。まず、KC、お疲れ様でした、皆様。で、結果報告なんですけれども、やっと、この成績、そんなに高い勝率じゃないけれども、そんな高い成績じゃないけれども、やっと、もう何回2位取ったか、念願のね、1位、取ることができました。いやー、やっと取ることができた。いや、もうめちゃくちゃ本当に長かった。もう初めてね、KC 取ったのが、2年前の11月か。あの時から長かった。本当に大変だった。もうあの時はね、また1位取れるかなと思ったんですけど、なかなか取れなくて。デッキメーカーに邪魔されるわ、アレさんに邪魔されるわ。もうみんな邪魔しかしない。そんな中ね、KC カップ、今年ってか2019年の代表の枠から、KC カップ1位の人だけが枠もらえるみたいなのが始まって、ユーゲン取って、シモンさん取ってみたいな。で、俺4月と、多分4月あるんかなと WCS 予選走れるか分かんなくて、とりあえず今回が最後のチャンスかなと思ってね。だから、仕事が金曜日と月曜日あったから、ちゃんとフルで走れるの土日だけだったけれども、それでもここで取らんともうマジでチャンスないぞってなって、必死で頑張ってなんとかね、今回は1位取れました。代表獲得できました。これめちゃくちゃ嬉しいっす。本当に嬉しい。で、塩デッキなんですけれども、後でちゃんと振り返っていくんですけど、トップ10の人の塩デッキとか振り返っていくと、まず自分が使ったのは、アマゾネスとバスターブレーダーとヴァンパイア、この3つを主に使っていきました。で、他のデッキも10戦ぐらいとか使ったけれども、ほとんどもうこの3つです。で、2位は、同じチームメイトの松さんですね。が、使ったのが、ツイッターの情報にもあるんだけれども、マドウと古代とバスターブレーダーっていうね、1位2位がちょうど小脇使ってないっていうところなんですけれども、窓古代バスターブレーダーを使われてました。で、ですね、3位がヤンストームなんですけれども、ですね、レンジャーズかなに所属しているチームで、チームはレンジャーズだったような気がします。確かね。で、スコアが 65,898。塩デッキが、古代と小脇ですね。この方は墓所小脇でした。で、グルシアスは、ヤンストームもそうなんですけど、エニータイムトーナメント、僕が開いているトーナメントにも出てくれている人たちなので、この人たちと、出てくれると対戦もできます。で、グルシアスは、ですね、最終盤使ったのは、バーン型の要素が入ってるアマゾネス。確かラバゴとか入っていて、アマゾネスモンスターがプリンセス2のクイーン1のアマゾネスの剣士2だけだったかな。あとは翡翠の虫笛が入っていたり、分断とかのそういう遅延系のカードが、底なしとかが入っていて、バーンに寄せたアマゾネスを使ってたはずです。で、レディは、ディケイドさんのコミュニティにいるから、遡ろうと思ったらできるんだけれども、何しかちょっと忙しくて、デッキちょっと調べきれてないっす。すいません。で、ハルさんが古代です。ツイッターでも書かれてました。違うわ。レディが、わかんなくて、スティービーだ。こっちの方が確かいたんだけれども、遡るのがめんどくさかったっていうで、この方もエニタイム出てくれてます。使われたのはバスターブレーダーとコアキのこの2つですね。で、ショコラさんはツイッターで拝見させていただいて、古代で、ギャルオさんも一緒に走られてたのかな。で、古代。このお二方が古代使われてました。だから、古代が、皆さん多く一番トップ10で使われてたのが古代かな。古代が一番多く使われていて、コアキにアマゾネスにバスターブレイダーにみたいな感じだったかなとは思います。全体的に古代が最終盤多かったんじゃないかなと。古代使ってる人が上に上がってきたんじゃないかなというふうに思います。やっぱね、古代、コアキが上に行けば行くほど減ってきて、どうしてもね、ミラーの時の運ゲー感が、引きゲー感がちょっと強いところとか、あとは、みんな小脇は見てるから対策されてるんですよね。その中では勝ちづらいっていう。デッキパワーが低いってわけじゃなくて、単純にちょっと勝ちづらかった。みんなが意識されすぎてみたいな。で、優勝チームが、野球とかで言うと優勝チームにみんなローテ、先発3本柱、表ローテね、当ててこられてみたいな。で、結構しんどい戦いしていて、で、順位上げきれずに、みたいな。
ノーマークのチームが優勝するみたいな。そんな感じでしたね。例え話分かりづらい。でも自分は、小秋バスブレ環境の時にアマゾネスとバスブレをその時に応じて使い分けてました。例えば、バスタブレーダーが多かったらアマゾネス、小秋が多ければバスブレっていうのを使ってました。で、ちなみにバスブレなんですけど、ミラーで2回、もしくは3回かな。ほぼ勝ちでした。2回ぐらいしか負けてない。そこが、一番でかかったんじゃないかなと。バスブレアミラーはね、同じチームのケンゼンさんという方に練習相手になってもらったりだとか、あとは試合でもよく使っていて、ミラーだったら負けないぞみたいな自信があって、で、勝ち方みたいなコツみたいなのがちょっとあるので、それはまた、いつか動画にでもできたらなと思ってます。簡単にちょっとこの後のデッキ紹介では触れたいとは思います。だからそこら辺ミラー最強だったっていうのがすごく良かったかなって。あとアマゾネスが最初ほとんどいなくて、で、自分は4日前ぐらいかな、月曜日、日曜日か、今週っていうかKC が始まる日の日曜日ぐらいから、そういやアマゾネスちょっと触っといた方がいいかなと思って、で、触ったら、これ待って強くないってなったのよね。で、それで月曜日か火曜日にオフ会とかやってたんですけど、太一さんとかとオフ会とかやってたんですけど、そこでも俺ずっとリンクスやっちゃってて調整して、その時もずっとアマゾネス調整してるみたいなっていうのをやってる感じだったんですよね。だからちょっとアマゾネスは手応えがあって、で知り合いの方にどうみたいな感じで聞いた時に、アマゾネス別に小秋そんな案外いけるわみたいな感じのこと来て、本当みたいな、じゃあ俺も使うわってなったら、全然小秋取れるわってなって、で使ってあげていたって感じですね。だからアマゾネスが一番最初ポイント引っ張り上げてくれたから、やっぱ黒ギャル集団最高だわって感じですよね。で最後の方は古代めちゃくちゃ流行ったんよね。あとはバーン要素入りのアマゾネスとかも多くなってきて、古代かそのデッキかみたいなのがすごく増えてきたんよ。アマゾネスもしんどいし、バスブレもしんどいなみたいな。古代そんな流行っちゃうみたいな。そら小秋そんないないから流行るかってなって。で、うわ、これ俺手持ちのデッキないぞってなって走りながらちょっと考えていて、そこでポイントを落とさなかったのが自分なりに頑張れたかなと思うんだけど、勝率5割ちょいぐらいだったと思うけどね、相性悪くて。で、いろいろ考えたんよね、その時に。5万点をもうずっと反復横跳びしてて、俺何回ここ反復横跳びするのかなみたいな。なんか全然上がんないじゃんってなって、デッキが悪いよなーってなって、何デッキがいいかなーってなって。だから、その時に古代を考えた時にエネコン入れやすいやつがいいよなって思ったんよね。自分が古代使ったら防御札を削られた後のエネコンめちゃくちゃきちいなってなって。で、どうしようかなってなった時にエネコン入れやすいデッキ、かつ、あとスタン系のデッキも多かったから、バスブレとかもね。だから、古代とスタン系のデッキに強いのって何かなって考えた時に出た答えが、ヴァンパイアだったんよ。で、スキルはエネコン取ってきやすいようにセレブ副社長。これがハマったっていう。で、なんでかっていうと、ヴァンパイアはシフトさえ構えることができれば3体展開しやすいじゃないですか。で、アンティークって古代って3体展開されちゃうと1キルほぼ無理なよね。でも1体1体のパワー高いし、ヴァンパイア自体が自滅っていうか自傷して1000ライフ勝手に減るから、エネコンほぼ確定サーチできるしみたいな感じになるから、めちゃくちゃヴァンパイアが刺さったんよ。要求値低くてめっちゃ古代に対しては。で、墓所も少なくて、そんな環境だったら、だからこれめっちゃヴァンパイアやんってなって使ったって感じです。じゃあ相性良かったから、実際それで最終盤に10連勝したんよね。それで一気にポイントゴーンって上げて、でその後ちょっとミゲルの古代に負けちゃって、でその1回ぐらいかな、バンプで負けたのは。でその後にまたちょっと連勝して7万点ドーンって乗せてキープってなったっていうのが今回の KC でした。だから小秋はみんなが目立ってくるしね、ミラーが運要素強いっていうところと、強いデッキであるのは間違いない。ただ広角か混合角ないとあんま話にならないじゃないですか。でプラスウルナイトかマキシマムっていう要求ハンドが求められると。
で、デッキの中にグリモバテルが必要な魔導と同じか、まあ、それより少し手札事項もしかしたら多いんじゃねぐらいの感じの認識で持ってたんですよね。だから、ちょっと最終盤使いたくなかったんですよ、小秋は。で、古代は単純に練習不足。あんま使ってなかった。だから、最終盤で逃げるの嫌だったし、っていうか、最終盤古代流行ってきたんであれば、そこミラーを多くするよりも、メタった方が賢くないっていう思考になっちゃって、どうしても。だから、バンプでしょ、これみたいな。そんなんバンプやろみたいな。セレブバンプ最強やんってなって、そこでバンプを急遽使ったっていう。だから、セレブバンプしかも使うのほぼ初めてで、もう感覚なんよね。もうこんな感じやろみたいな感じでデッキ組んで、ドーンって連勝してって感じだったんですし、アマゾネスに関しても1週間前にちょっと気づいてちょろっと回したぐらいだったから、あれだったんだけど、WCS の予選ね、2018年の WCS の予選で俺はアマゾネスで1位取って、勝率7割で1位取って、で、ヴァンパイアも前回の KC の金アイコン取った時、ヴァンパイアメインで走ってみたいな感じだったから、デッキの経験値めちゃくちゃあったんよ。ヴァンパイアとアマゾネスだったらもう大体こういう風に動くみたいなのが自分の中で確立されてたから、あ、じゃあみたいな。こうやったらいいやん、この盤面はみたいな。っていうことができたから、練習ほとんどしなくても高いレベルで回したっていうのが、まあ、結果的に昔の財産が今回の1位に繋がったかなと思います。だから、新パックぶっちゃけ出るの早い。早いけど、昔のテーマも工夫すれば使える。全然戦えます。だから、そこを今回は体現できて、最新パックの小秋とか、アンティーク、その辺に頼らなくても、昔のテーマでも勝てるんやぞ、やり方次第ではっていうのを示せたのは、まあ、一つ、YouTuber としても良かったんじゃないかなっていうふうには思っております。じゃあ、デッキの方を見ていきたいと思います。はい。では、ここからデッキ紹介の部分なんですけれども、ですね、まず、DP0 から5万ポイントあたりに関しては、レンドトラップのアマゾネスです。で、これレンドトラップの理由があって、何かっていうと、まず環境で見たかったのは、メインでこの時に見たかったのは、コアキー、バスブレ、アンティックギア、このあたりを見たかったです。で、バスターブレーダーに関してはもともと相性そんな悪くはないんだけれども、ラストギャンブルのバスターブレーダーがほとんどです。全体の9割以上。で、そこに対して連動トラップだったら相手がラストギャンブルしてくるとするじゃないですか。その後に銀幕とか開けば、バーンってライフ削れるんですよね。だからフリチェが多いんよ。フリチェ。で、これも相手にあったら使えるフリチェ。これもフリチェですよね、実質。だから、そういう意味で銀幕ってめっちゃ使いやすいな、バーン要素としてって思ったから3枚入れてます。あと、まあ別に理由もあるんだけどね。で、ちょっと違うところは、バスターブレーダー相手にドンジュです。これなんでかっていうと、これも、結局これボシュアマゾネスでも一緒なんだけど、相手がラストギャンブルするじゃないですか。で、バスターブレーダーで殴ってくるじゃないですか。そら、意気揚々と DNA バスプレしてたら。だって怖くないもん。ほぼほぼ。分断銀幕全然怖くないもんっていう。でも、ドンジュしたら、これって、相手の、ちょっと待って、最悪。これ一番右側にずっと YouTube のチャット出てた。最悪。もう知らねえ。まあいいや。これ編集とかでなんかしてると思います。はドンジュだよね。ドンジュに関しては、フィールドの表側表示モンスター1体を攻撃力をターン終了時まで守備力分ダウンするんですよ。つまり、バスターブレーダーって攻撃力2800、守備力2500です。で、ドラゴン族が1体相手のフィールドにいたら3835になるんよね。要は、攻撃力も守備力も比例して上がるんよ。だから、その差300っていうのは、どんだけこっちのところにドラゴン族いても変わんないよね。その数値っていうのは300っていう数値は。で、その状態でめちゃくちゃ攻撃力上がったバスターブレーダーに対してドンジュってばどうなるかっていうと、攻撃力300になるんよ。つまり、ラストギャンブルした後のバスターブレーダーはドンジュ打たれた後のアマゾネスのプリンセス、守備力900、ここの反射ダメージに耐えることができないんですよね。だから、このドンジュっていうのは、ラスギャンバスブレメタにめっちゃなるなって思ってて、だからこれが流行ったら、バスブレ使いづらいなって思ったんよ。だから、流行んなって思いながら自分がガンガン使っていくっていうこのド M っぷりめっちゃいいなーと思ってこれ使ってました。それでドンジュ2枚入れてます。で、ドンジュ1枚にしてサジン2にしたりとか、この辺はちょっと環境に応じて変えたんだけれども、まあ基本はメインはこんな感じにしてました。で、連動トラップもう1個理由があって、古代の機械、アンティックギアに関しては、ギアタウンあるじゃないですか。ちょっと待ってくださいね。
これまあ動画でも言ったんだけど、このギアターン、これ、破壊すればデッキとかからアンティークギアモンスターポンって特殊召喚できるんだけど、連動トラップ、そこの破壊に対してチェーンして連動トラップ、例えば銀幕とか開いて200バーンダメージ与えると、これタイミング逃すんだよね。なんかリンクスの仕様で。これがバグなのかどうなのかっていうのは公式が、改めてまあ、声明は出すんだろうけれども、まあでもバグじゃなかったら出さないだろうけどね。でも、ひとまず現時点ではタイミング逃すんですよ。だから、古代がここ潰してきたら一気に盤面捉えるから、そこは嫌だなと思って、連動トラップにしました。そうすることで古代の機械をメタルということができます。墓所封印でもちなみにギャラクシーサイクロンの除外を、防ぐことができるから、まあ一緒っちゃ一緒なんだけど、こっちの方が逃しやすい。プラスラスギャン、メタになるかなと思ってやってました。そういう理由で連動トラップが、今回分かったんじゃないかなと思います。で、あと、小脇対策に関してはジャスティスブリンガーを3枚入れてます。アマゾネス要素がほぼなくて、だから、どっちかっていうとスタン寄りなんですよね。ただ、アマゾネスのプリンセスにアクセスできれば、こいつにもこいつにもアクセスできるし、ここもアクセスできるから、そういう意味で、プリンセス引ける試合めちゃくちゃ強いよねってことで、アマゾネスにしてます。あと、ドンジューとアマケンがめっちゃ相性良くて、例えばマキシマムに対して、マキシマムも攻撃力500になるんだけど、バーンダメージ一気に3000入れることができるよ。このアマゾネスの剣士に使っていけば、こいつ攻撃力0になるから。で、マキシマムにドーンって突っ込めば、相手3000バーンなんですよね。で、連動トラップで削ることもできるし、みたいな感じだから、ここがめちゃくちゃ相性良くて。で、使ってました。で、相手が局所小脇が多かったんで、局所されたとしても、ブリンガーか、もしくは銀幕かどっちか腫れたら大体耐えることができるんで、局所小脇、しかもまあ、ブリンガー銀幕できたらめっちゃ強いしね。だから、ブリンガーさん、銀幕さんっていうのは局所に対しての一つ答えになったかなと思います。で、ちなみに吸収も同じような、役割を持っています。局所打たれても場に残るっていう意味でね。そんな感じかなと思います。だから、連動トラップのアマゾネスっていうのは一つ今回は、回答になったんじゃないかなと思います。まあ、アマゾネス復権したと言っていいのかどうかわかんないけれども、まあ、アマゾネスの力を、ある程度示すことができたかなと思って非常に嬉しく思っております。で、次のデッキはバスターブレーダーですね。これはまあ、今の自分のお箱と言ってもいいぐらいの、まあ、デッキにはなるんですけれども、バスターブレーダーを使いました。で、最初実は、調整段階で小脇めっちゃ多いんだったら、猛毒な風を入れようとかっていう風に思ってたんですよ。っていうのが、局所小脇に対して、先行取った時のバスターブレーダー、そこまで勝率出ないなってなったんよね。なんなら小脇の方が、回答、プレイング次第だけど、あるんじゃねぐらいで思ってて。だから、局所小脇が入るんだったら、猛毒な風入りの、バスターブレーダー使おうと思って煮詰めてました。猛毒な風は、これです。要は、マキシマムの特殊召喚できなくなるっていうカードです。で、ただそこまで環境偏らなかったから、使ったのは一瞬だったんだけどね。だから猛毒な風と防御札1枚変えて入れたりとかしてました。で、あとは、ミラーと融合軸のアンティークが、どっちかが流行った時は、あと、マスクとかが流行った時はっていうことで融合解除を考えてました。だから融合軸のアンティギア流行るかなと思ったんだけど、流行らなかったから使わなかったんだけど、融合解除使えばこれ1枚で相手手札4枚消費してるじゃないですか。アンティギアゴーレム、融合、アンティギアモンスターなんか2体みたいなので4枚消費に対してこれ1枚で回答になるんで解除が。だからもし融合軸のアンティギアが流行ったら、まあ俺取ったなって思ったんだけど、これも流行らずに、実際めちゃくちゃ調整してたデッキがほぼほぼ機能してないっていうまさかの展開。で、バスターブレーダーに関してはすごく大切なのは、初手でまあハンドが揃うことがあったらめちゃくちゃラッキーです。揃わない試合の方が圧倒的に多い。で、その時に大事なのはブラフです。融合パーツ揃ってなくても、すごく例えばすごく悩んだ後に万竜出したのと、ドローしてすぐに万竜召喚ドーン、万竜を攻撃表示召喚とかってやると、相手どう思うかっていうところですよね。これカードゲームですごく大切なことなんですけど、自分の手札っていうのは相手に見えてないです。だから、自分の行動が相手にとって、こいつの手札強そうだな、弱そうだなっていうのが映ります。だから、強そうな手札の時こそ弱そうに振る舞うし、弱そうな手札の時こそ強そうに振る舞わないといけないです。その駆け引きが一番しやすいのがバスターブレーダーかなと思いました。だから、このテーマは俺はすごく好きです。駆け引きしやすい。だから、この手札弱いなって思ったとしても、相手のテーマ見ますよ。だから、キャラが出て、だいたいテーマ予想して、これだな、みたいな。じゃあ、こう振る舞おう、みたいな。例えば、アンティークギアと対面するときは、その時はギャラサイとかは多かったし、
ワンキルって実はめちゃくちゃ相手って要求ハンド高いんよね。ギアタウンプラス、下級プラス、なんか悪札みたいなのが必要なんで、要求値高いんよ、割と。だから、あえて、こっち高校とかだったとして相手が動いてこなかったら、これ相手ハンド揃ってねえなって思ったら、何も出さずにエンドみたいな。伏せもしない、万竜も出さないとか。ちょっとこれ話ずれたか。とかって言ってエンドってやって、ラストギャンブルのターン前耐えて、万竜召喚みたいな。万竜を攻撃表示で召喚って出して、で、一気にラスギャンガーンってかけて DNA 揃えに行くみたいな。しかも2枚以上みたいな。DNA2 枚ドーン発動みたいな。バスターブレーダードーンみたいな。はいどうぞターン返しますみたいなのをしてました。じゃあ相手キッズみたいな、こんなワンキル無理やんみたいになって自利品になるみたいなね。とかっていう駆け引きとかはしてました。で、他には、要は、小脇とか相手に万竜を堂々とドーンって召喚して、でもこっち DNA と、例えば、底なししか引けてなかったとするじゃないですか。で、万竜ドーン召喚して、手札に融合持ったとするじゃないですか。俺手札じゃあ2枚あるんよね。で、ドローフェーズであえてボタンオンにして、相手のドローフェーズからメインフェーズに移るまでの間に、5秒から10秒ぐらいかけます。融合できんでみたいな。俺今あなたの速攻魔法チェックしてますぐらいの感じで。融合できますせっていうブラフをかけます。で、相手がウルナイトとかを様子見で召喚してきます。そこに対して底なし打ちます。じゃあ相手の目線からどう映るか。普通、だってサーチしたカード伏せてるでしょ。で、ってことは万竜召喚で破壊剣集合伏せてるよね俺みたいな。で1枚底なしだったんだよね。もう1枚じゃあ破壊剣士融合って見るのが普通じゃん。それでチェーンあるってことは融合パーツ揃ってるよね。ってことはマキシマム出しちゃうと吸われて融合されちゃうよねって相手普通思いますよね。ってなるとどうなるかっていうと、一旦耐えれるんよ。それが DNA であったとしても。で底なしでウルナイトが埋まってるから相手動けないよね。で次の自分のターンにパーツ引けてたとしても引けてなかったとしてもなんだけど、ちょっと考えます考えてふりしますどうしようかなみたいな。これ俺そのサインは何かって言うと、俺攻めれるけど今攻めねえぜっていうサインをします。で万竜をスッと守備表示にしますじゃあ相手どうなるかっていうと、相手の枠って2マスしかないじゃないですか。じゃあマキシマム絡んで、マキシマムが万竜潰さないと無理なんよね。一気に来れないんよ。ってなると、相手は選択肢としてどうなるかっつうと、ウォール出してからマキシマムでワンキル狙うしかないんよ。でもね、ダメなんよね。それはやっちゃ。なんでかっていうと、ウォール出すじゃないですか。で、その後にマキシマム出したタイミングで俺融合使うよね。相手目線の話です。俺目線じゃないです。相手目線で見たら融合そこで使えますよね。じゃあウォールリリースするじゃないですか。で結局そのターン確かに融合できないかもしれないけど、俺の場には万竜、そして伏せは0でマキシマム1体で、マキシマムで万竜潰したとしてもマキシマムは場に残っちゃうし、しかもワンキル取れない。じゃあどうなるか。次のターンにもう一回破壊剣集合されてマキシマム吸われます。だから相手はこの底なしプラス DNA の万竜召喚の布陣は抜けないんよ。だからカナディアよりも底なしの方が俺は強いと思って底なしにしてます。こういう今の話を聞くと、バスブレで勝率出すのに一番大切なのはブラフっていうのがお分かりいただけると思います。これはあくまでも手札を予測してくるトップ層同士の戦いとか、ある程度実力がある同士の試合の話になります。何も考えてこない相手だったらこのブラフっていうのは意味ないんであれなんだけど、上の方の戦いになればなるほどこのブラフが効いてきます。だから取って当たり前の行動をあえて取らないとか、吸収これ伏せてるやろっていうのを実は銀幕でしたで反射ドーンみたいなとかね、そういうのとかそういうブラフとか駆け引きっていうのが大切になってきます。あとはコツとしては一番最初に言ったように、弱い手札の時ほど、迷いなく動く。それが大事。だから、この手札になったらこうしようっていうのをパターン化しとかないとダメ。で、パターン化しとけば、あとは、こっちの相手目線での話でいくと、もうこっちのハンド強いから、これもうマキシム出せねえやってなる。でもそこを、弱って動いてたら、これどうしようかなみたいな感じで動いてたら、次のターンに相手勝負かけてくるかもしれない。これ相手結構迷ってたから、
ハンド弱いんじゃね？つまりマキシマム出しても大丈夫やろ。ワンチャンねえら、みたいなのがありえます。だから、怖い。という風な感じで、ブラフの使い方がバスターブレーダーは非常に大事な面白い駆け引きができるテーマです。ワンキル環境において、こっちもワンキルすることもできるし、小秋に対して対抗することもできるし、ブラフも効く。そのブラフをかけやすいテーマっていうのがバスターブレーダーで俺は両テーマだと思ってます。めっちゃ楽しかったです、これは。それのおかげで、ポイント漏れたかなと。だから上手いバスターブレーダーと下手なバスターブレーダーはあると思います。で、あと、カードなんですけど、ミラーの戦い方に関しては、ブラックパラディン相手結構出してくるんですけど、パラディンに対して底なし打てば勝ちです、ほぼ。パラディン出したターンっていうのは、相手融合もう一回使えないから、パラディンがほぼほぼ底なしで埋まります。で、そこ処理できないっす。ってなると、融合軸のバスターブレーダーの攻撃通れば、相手ラスギャン5だったら、それで貫通食らうんで死亡です。で、他にもいろいろ、ちょっとミラーは、墓地の万竜の数が、相手のバスターブレーダーの攻撃力になるから、相手が万竜出すまではこっちは出さない方が極力いいとかね。どうしてもない時は出すけどとか。そういう風な駆け引きの方法があるんですよ。あとは、こっちデッキ枚数21枚だから、ミラーになった時にデッキ枚数1枚多いから、DNA バスブで決めることができたら、相手デッキ切れで、お互いにラスギャンしなかった場合は、こっちがデッキ切れで勝つとか、そんなんもあるんよね。面白いでしょ？そういう風なミラーの駆け引きとか、セオリーとかっていうのがあるんですけど、ミラーをあんましてない人が多いせいか、そういうセオリーとか、万竜を墓地に送りすぎたらダメとか、知らない人とかが多くて、割と、ミラーは、勝ち越せました。で、あとさっきのブラフの話でいくと、こっち高校の時に、相手のフィールドにいる時にチェーンオンにしてたら、エネミーコントローラーのチェーンが、かかりますよね。そのチェーンちょっと長くすると、こっちエネミーコントローラー入っているって相手基本的に前提として考えないんで、破壊剣士融合のラグの関係だと思うんですよ。で、相手は誤認するんですよね。要は、ミスジャッジを相手に引き起こすことができるんですよ。だから、これ融合素材がハンドに揃ってるんだなーみたいな感じで相手に思わすことができます。だからそれがマキシマムを出させないっていうところに最終的には繋がるんだけど、とかっていう風なブラフにこのエネミーコントローラーも使える。かつラスギャン後のワンキルを取りやすいっていう意味でカナディア1枚をわざわざエネコンに変えてます。それはブラフかけやすいっていうのと、ラスギャン後のワンキル要因っていうところで。まあカナディアだったら1回防がないとダメだからね。とか、まあカナディアもカナディアで実は墓地の破壊剣集合あえて回収する。その時に手札のカナディアを切れば相手がトラップカードとか使ってきた後に例えば、底なしとかをバスブレとかが、まあ仮に食らったとしても、墓地のカナディアがシュンって湧いてくるから、それで1200バーンで勝ちとかっていう試合もあります。だから、バスターブレーダーって、プレイング、知れば知るほどめっちゃ奥が深いよね。ここもブラフに使える。これも攻撃要因として、ここのコストとして使える。ここもミラーでめっちゃ強いし、ラスギャンまで耐えることができる。ここもブラフで使える。みたいな。っていう、好きなテーマってやっぱ語っちゃうよねっていう風な駆け引きがあるから、まあそこが自分がバスターブレーダーに対して自信持ってるところかなとは思います。じゃあちょっと語りすぎちゃったんで次バンプの方行きますね。はい。では、これは最後セレブバンプです。で、セレブに関してなんですけど、まあこれは普通に古代が流行ったから、エネコン確定で取ってこれるっていうところとか、まあそういうのいろいろあって、やりました。ちなみに、セレブなんですけど、エネコンがプレミアム加工にしていて、で、侍を社員加工にしてます。で、帝国だけごめんなさい。これちょっと社員1枚混じってるんですけど、で、領域だけはね、ちょっとベーシックを引き直したんですけど、ここまでちょっと俺、ベーシックに揃える気になれなくて。まあこんな感じになりました。で、侍を社員にしてるのは、まあたまにエネコン2枚引いちゃうときあるじゃないですか。で、その時に社員でどれが一番欲しいかなってなった時に、まあ侍かなって思って、まあ事故ってる時もたまにあるしって思ったから、侍を社員で固定にして、この辺小伝えとかはあえてベーシックにしてます。まあ、侍をベーシックにして、小伝えを社員とか、まあ何でもいいんだけど、とりあえず引きたいカードとしては、こっちかな、こっちの方が可能性高いかなと思ってそうしました。まあ、バンプに関しては別に今更何か言うことってあんのかなとは思うんだけれども、まあ、強いて言うなら小伝え1枚入れたところかな。
まあ、セレブのトリガーにもなるし、ギアタウンの破壊にもなるし、DNA の破壊にもなるし、まあ、こいつ1枚で結局バスブレとか、アンティークギアとか取れた試合とかがあったから、すごく、まあ、2枚ダブったら弱いから、1枚でいいとは思うけど、これは1枚刺しとくのはありかなと思いました。で、そんな感じかな。そんな感じですね。ヴァンパイアに関してはまあ、普通に単純にシフトで3体展開したら、古代止めれんでっていう。だから、それでグレイスとか出したらそこにカナディア使ってくれるやんみたいな。つまりグレイスが実質サーチできるコズミックサイクロンみたいな感じになるじゃないですか。じゃあ、後ろ剥がせるから、じゃあ剥がした後は何するのって、ね、パクですよねみたいな。で、3体展開もう一丁余裕でしょみたいな。勝ちみたいな。まあそんなんやってました。だからすごく環境にマッチしてたかなと思います。まあ、ヴァンパイアの回し方とかはまた生放送とかでもやっていこうかなと思うので、生放送また見てください。お願いします。最後、まあ、ちょっとした裏話っちゃ裏話なんですけれども、よいしょ。最後、ちょっとした裏話します。日本ランキングでいくと、まあ、同じくディスティニードロー所属の倉木さんが、最後1勝したら、金アイコン圏内というところで、惜しくもっていうところだったので、すごくそこはちょっと残念でした。で、あとは、松さんですよね。まあ、ランキング見てみるんですけど、ここ、ハルさんが65,000ぐらいにいたんですよ。実況者のね、YouTube やってるハルさんが、いて、で、あと、可能性があるとしたら、ヤンストームとハルさんとマツさんのこの3人が、まあ、1位チャレンジはできるかなってところだったんですよ。ただ、ヤンストームが、ヤンストームで合ってんのかな呼び方。まあいいや。DP の、めっちゃ今回解ける、あれ幅でかかったじゃないですか。マイナス1700とか食らったし、なんなんそれみたいな。やばくねみたいな。17とか、なんなんそれみたいな。昔、なんか10万ポイントぐらいとか稼げた時代あったんだけど、その時みてえだわってなって。下がり幅が低かった、でかすぎて、多分ポイントめっちゃ伸ばしづらかったんよ。だから、ヤンストームがそれでポイント落ちて、圏外になるのが嫌だって言って、今回、金アイコンでいいって言ってたんだよね。だからその情報あったから、まあ、ここは攻めてこないって分かってて、グルシアスに関しても、シルバーアイコンっていじられてるキャラだから、ここも、まあ、金アイコン確定させたいやろうみたいなところがあって、ボーダーギリギリやしね、62,000って。だからまあ、ここも来ないだろうってなってて。で、ハルさんに関しては、このボーダーの推移とか見てて、まあ、来ておかしくないなって思ってたんですよ。もう金アイコンも1回取ってるし。で、松さんも、に関しても、ポイントが64,000とか最初あったから、まあ、来るやろうなっていうのは思ってました。あの人もアイコン2個すでに持ってて、今回で3個目だし。で、特に WCS 応援してくれてて、対戦相手のデータとか取ってくれたりとかして、すごくサポートしてくれてたんですよね。去年、2018年。だから、でも本人はめちゃくちゃ世界大会に出たかったと思うんですよ。で、そこを、絶対悔しかったと思うんだけれども、すごくサポート役に徹してくれてて、で、絶対に今年こそは自分は出たいっていう気持ちってめちゃくちゃあったと思うんですよね。金アイコンなんかよりも。なんかっつったら失礼だけど。だから、まあ絶対来るやろなって思ってて。で、3、4時間ぐらい前に67,000ぐらいまで、要は3ゲーム差みたいな感じで上がってきてたんよ。3ゲーム勝ったら多分松さん勝ちみたいな感じかな。4ゲームか。なんか勝ったら勝ちみたいなところまで来てて、あ、もうこれプレッシャーかけに来てんだな、みたいな。俺が、プレイしてくれて、落ちてくれたらラッキーだし、みたいな。落ちなかったとしても最終盤で自分が詰め寄れる差があるな、みたいな感じで思ってて。で、だから松さんは来るだろうなって、プレッシャー今かけてるんだろうなと思ってたんですよね。で、ただ、松さんはすごくその期待値とか考えて、計算して、確率とか考えて、プレイするタイプだから、まあ、KC の駆け引きの時とかも、それがおそらくあると思ってて、金アイコンのボーダーがある程度確定してから攻めてくると思ってました。だから、最後の1時間、2時間が勝負かなと思っていて、で、最終更新、1時30分の更新で見た時に63,000ぐらいまで落ちてたんよね。あ、これもう行ったわと思って、こっから巻き返し無理だと思って。じゃあ、最後の1試合無効試合になったんだけど、最後の実は1試合も勝って69,000まで6連勝ぐらいかしてて、めちゃくちゃ追い上げミスったんよね。その時に、普通に危なかったなって舐めてたなって思いました。だから、まあ正直あんま喜びづらいっていうところはあるっす。絶対松さん2位だけどめちゃくちゃ悔しいと思うんで、他にも悔しい人いると思うんですけど、多分松さんが一番悔しいんじゃないかなとは個人的には思ってるんですよね。まあでもそんな感じで1位2位争いをできたのは楽しかった。まあ胃が痛かったけど
楽しかったし、楽しかったです。今回は、せっかく結果残せたので、ぜひ、ドイツでは、世界一位目指して頑張っていきたいなと思います。で、それと同じで、金アイコン、これで、去年、2年前の11月、去年の2月、WCS、この前の11月、で、今回で5つ目か、金アイコン取ることができて、毎回しんどいですけど、やっと1位っていう状態で金アイコン取れたので、本当に嬉しかったです。今後、動画に関してもいっぱい出していきたいと思うし、新しいテーマもそうだけど、既存のテーマもアップデートしていってね、みんながリンクスやりやすい環境とかを整えていきたいと思っているので、ぜひまた見に来てください。それでは、今回の動画以上になります。応援していただいた皆様、本当にありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひともお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。